今回はマグネット付きの鍋敷きを紹介します。この角のところにマグネットが入っているので、冷蔵庫やマグネットボードにつけて使うことができます。出来上がりサイズは横が16センチ、縦も16センチです。外側はオックス生地、内側にキルティング生地を2枚重ねて入れています。フェルトでもできます。材料はこちらです。18×18 センチの布が2枚と、キルティングかフェルトが 15×15 センチ2枚です。あと強力マグネットを1つ使います。今回はダイソーの 13mm のものを1つ使います。大きめのものよりもこれが一番強いのでおすすめです。表布を中表に合わせます。中表というのは表面を内側にすることです。両端を1センチの縫い代で縫います。縦に縫いました。次に今縫ったところを外側に折ってクリップで留めます。反対側も同じように折ります。右側は端から端まで1センチの縫い代で縫います。こちらは返し口を開けたいので端から1センチだけ縫います。1センチの縫い代で縫います。反対側は1センチだけ縫います。折って反対側も1センチだけ縫います。測らなくても大体で良いです。表に返します。この時にこの角のところを折って指先でつまんで返すと角がきれいに出ます。内側に縫い代を折ってあとは角出しなどで角をきれいに出します。表側から目打ちを使っても良いです。返し口のあるところも角を外側の布に沿うようにして出します。反対側も少し上に押し上げるようにして返し口のところは置いといて周りにアイロンを当てます。
返し口のところも内側に折り込んで横に引くようにしてアイロンを当てます。ちょっと内側に入っているところは外側から目打ちで引き出すときれいに出ます。中に入れるキルティングを2枚重ねて角をカットします。これは表でも裏でも見えないのでどちらでも良いです。今回はキルティングを使っていますがフェルトでも大丈夫です。2枚重ねて 3×3 センチ切り取ります。このままでも良いですがずれてしまいやすいので端から1センチぐらいを縫っておきます。これもだいたい1センチぐらい外側で良いです。返し縫いもなしで大丈夫です。端も角の周りを少し縫っておくとずれにくくて良いです。返し口のところからこの切ったところが底に来るようにキルティングを入れます。ちょっと縫い代の下に入れる感じで差し込みます。マグネットを1個入れます。この目打ちの先でなぞるようにするときれいに取れます。ここが空いてるところなので角に入れます。マグネットは端の方に押しておいて 3×3 センチの四角を縫います。この時マグネットが下にくっついて縫いにくいですが一緒に押しながら縫います。端に寄せておいて縦にも縫います。返し口のところを内側に閉じて真ん中あたりをクリップで留めます。返し口の真ん中あたりから端を一周縫います。マグネットのところに来たら内側の隅に寄せて縫います。少し手前に引くようにして縫うときれいに合います。このままでも良いですが今回はこのように真ん中にステッチを入れます。真ん中に印をつけて四角を描きます。
この四角を縫います。この時もマグネットがつきますが、少し折り上げて縫うと良いです。ここにキルティングが入っていて膨らんでいるので、生地を向こう側に少し押すようにして縫うと良いです。縫ったらつまみ上げるようにして方向を変えて、また少し向こうに押すようにして縫います。軽くアイロンをかけたら出来上がりです。強く当てるとキルティングがぺちゃんこになってしまうので、ふんわりと当てます。これで出来上がりです。ミササの糸切り用スプリングシザーズ。刃先が赤ちゃんの爪切りのようにカーブしています。このカーブが布に沿って糸が切りやすいそうです。一度糸を切ってみます。このようにミシンの端の糸を布に沿わせて横に押さえるだけで切れます。縫い目を間違えて縫った時にほどく時にも使えます。かなり切れ味が良いので、少しすくうだけでパチッと切れます。リッパーと同じような感じです。返し縫いのしてある縫い目の固まったところでも切れ味が良いので綺麗に取れます。すくうだけでスッと切れます。このハサミの一番いいなと思ったところは、糸をハサミで切ったつもりがほんのちょっとだけ残っている時に、これだと綺麗に切ることができます。こちらは角出しです。表に返した時の角をきれいに出すのに使います。大きさとフィット感が気に入っています。